んにちは。娘へ送るレシピ集のゆうこです。今日は自家製のカレールーを使ってカレーライスを作っていきたいと思います。どうぞご覧ください。カレーのルーを作っていきます。今日は米粉を使います。米粉 60g、 エサンテ油、食用油 50g、 よく混ぜていきます。ダマがなくなるまで混ぜていきます。このように混ざったらインダクションレンジ7で加熱していきます。きつね色になるまで時々混ぜながら加熱していきましょう。薄いきつね色になってきたので一度火を止めます。お塩を大さじ1、よく混ぜます。次にお醤油大さじ1、またよく混ぜます。調味料を入れるごとによく混ぜていきます。にんにくと生姜を大さじ1ずつ入れます。ケチャップ大さじ1、ウスターソース大さじ1も入れてまたよく混ぜます。インダクションレンジ4で再び加熱を開始します。カレーパウダー山盛り大さじ1杯を入れてまた混ぜます。いい匂いがしてきました。カレーのルーが出来上がりました。火を止めます。カレーを作っていきましょう。4リットルのシチュー鍋を使ってカレーを作っていきたいと思います。まず玉ねぎ、今日は大きい玉ねぎ2個スライスしました。しめじ入れます。じゃがいも、今日は中ぐらいの大きさのじゃがいも3個分です。人参、塩コショウで下味をつけたお肉を入れていきます。今日は 500g 入ってます。冷蔵庫にお茄子があったので入れていきます。にんにく生姜も入れます。何でもいいです。冷蔵庫に残ってるお野菜をいろいろ入れてみてください。今日はトマトの水煮缶が残っていたので
白だし大さじ1、浄水器の水 200ml、 先ほど作ったカレーのルーを入れて、オクラは出来上がる直前に入れます。こんなにもりもり入ってます。冷蔵庫にあるお野菜、お肉、シーフード、何でも入れてみてください。カレーのルーは一番上に置いておきます。最後まで混ぜないというのがポイントです。蓋をして中火で加熱していきます。インダクションレンジ8でスタートです。蓋がしっかりカタカタ鳴ってきました。蒸気が出てきましたので、こんな感じです。インダクションレンジ3で25分加熱していきます。残り2分ですので、オクラを入れていきたいと思います。出来上がりました。入れてみます。どうですか？これで全体を混ぜ合わせて出来上がりです。ご飯の炊き方、ゆで卵の作り方は概要欄に貼っておきますので、参考になさってください。出来上がりました。それではいただきます。自家製ルーで作ったカレーライス、とっても美味しいです。そしてさっぱりしているので体が重たくならないですし、最後の洗い物する時もとっても楽なんです。ベタベタしません。今日もご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。